数年前に体験した話だ。その頃、付き合っていた彼女は稼ぎが割とよく、20代の独身女性にしては、結構いいマンションに一人暮らしをしていた。週末は、よく彼女の部屋で過ごしており、その日も土産のワインを片手に向かった。少し仕事が立て込んで残業したので、マンションに着いたのは夜の9時を過ぎていた。マンションは11階建てで、彼女の部屋は最上階だ。オートロックなので、インターホンの部屋番号を押す。今、下にいるよ、マイクから。わかった。という彼女の声が聞こえて、すぐに自動ドアが開いた。エレベーターホールに行くと、2機あるエレベーターのうち、1つが1階に止まっていた。ラッキー、と思いつつボタンを押し、扉が開くと、中に人が乗っていたのだ。長い黒髪に真っ赤なワンピース、白いハイヒールを履いた女性が、エレベーターの奥を向いて、つまり扉に背を向けて立っていた。後ろ姿で、年齢はわからないが、雰囲気から20代から30代と思われる。両手を前に組んで、視線を足元に落としてうつむいているようだ。微動だにしないので、降りるわけでもないらしい。俺は、すいません、と小声で言いながら、乗り込んだ。11を押してから、おや、と思う。行き先のボタンが一つも押されていなかった。つまり、この女性は、1階に止まっているエレベーターに乗り込んで、行き先ボタンを押さず、じっと立ち尽くしていた、ということになる。ちょっと変な人なのかも。エレベーターの扉が閉まり、上昇し始めた。俺は、階数ランプが上がっていくのを見つめた。扉はステンレス製なのか、鏡のようにカゴの中を映し出している。当然、嫌でも視界に女性の姿が入ってくる。鏡のように鮮明ではなく、ぼんやりした像が不気味さを際立たせていた。ゴーと、エレベーターが作動する音だけが響き渡る。息を詰めて到着するのを待った。いつものほんの十数秒程度がやけに長く感じられた。ゴトンと軽い衝撃があり、エレベーターが止まって扉が開く。流行る気持ちを抑え、平静を装いながら降りた。だが、女性は降りてこない。かすかに金属がかすれるような音を立てて、扉が閉まる。一緒に降りてこられたらどうしよう、と思っていたのでほっとした。しかし、1階から乗ってきて、途中の階に降りず、最上階でも降りないなんて、あの女は何がしたかったんだ、と思いつつ、その場を離れようとして気づく。乗ってきたエレベーターのカゴが11階に止まったままだ。扉一つ隔てた向こうに、あの女がエレベーターを操作することもなく、後ろを向いたまま、うつむき加減で、じっと立ち尽くしている。その光景が鮮明に脳裏に浮かび上がってきて、全身に鳥肌が立つ。やばい。あの女、絶対におかしい。ほとんど駆け足で、彼女の部屋に向かった。途中で振り返ったが、依然としてエレベーターは動いていない。彼女の部屋の前に着き、再びインターホンを押す。俺だよ。はーい。今開けるよ。彼女が鍵を開けてくれるまで、じりじりして待った。あの女が、エレベーターから出てきたら、部屋番号を知られたくない。カチャ、と鍵を開ける音がすると同時に、俺はドアを開けた。わあ。中から開けようとしていた彼女が、驚いて声を上げた。俺は彼女を押しのけるようにして、玄関に体をねじ込んだ。ドアを閉める前に、もう一度だけ振り返った。俺が乗ってきたエレベーターは、まだ止まったままだ。鍵をかけて、ほっと息をつく。どうしたの？彼女は怪げそうな声を出す。いや、別に。俺が彼女の方に向き直ると。顔が真っ青だよ。本当にどうしたの？彼女が目を見開く。とりあえずこれ、ちょっと洗面所借りるよ。下げてきたワインバッグを手渡し、靴を脱いで洗面所に向かった。鏡に映る俺の顔は確かに真っ青だった。水道の水を叩きつけるようにして顔を洗った。ねえ、何があったの？洗面所の入り口に立っている彼女の顔も少し不安げだ。悪い。水もらえるかな。彼女が浄水器から汲んでくれたグラスの水を一息で飲み干した。大きく息を吐き出すと少し気分が落ち着いてきた。なんかあったの？彼女が心配そうに見上げてくる。いや、実はさ。先ほどの出来事を話すと。気味悪いね、それ。と、彼女も眉を潜めた。
でも、部屋は知られてないよ。エレベーターの扉は閉まったままだったから。話しているうちに恐怖が薄らいできて、あんなに怯えた自分がなんだかおかしくなってきた。相手は女なんだから、もし何か仕掛けてきても刃物でも持っていない限り抑え込めるはずだ。彼女を不安にさせてしまって、かえって申し訳なかったかな、と思った。土日はいつものように彼女の部屋で過ごし、何度か出かけるのにエレベーターを使ったが、女に出会うことはなかった。日曜の夜、彼女の部屋を出て、一人でエレベーターに乗るときは緊張したが、女の姿はなかった。あの女がエレベーターで何をしていたのかは知らないが、たまたま間が悪かったのだろう、と思った。その後、仕事が忙しかったり、週末に俺の部屋へ彼女が来たりして、しばらく彼女のマンションに行くことがなかった。少し気になったので、変な女がマンションをうろついていないかと聞いてみたが、全然。私は見たことないよ。と、彼女は明るく笑った。やはりあの時は、たまたま行き合っただけだったんだなと安心した。あの夜から1ヶ月経った週末、俺は彼女のマンションに向かっていた。いつものようにオートロックを彼女に解いてもらい、マンション内に入った。エレベーターホールに人はいなかったが、まだ時刻は8時になったばかりで、遅いというわけでもない。2機あるエレベーターのカゴが両方、1階に止まっている。ちょっと嫌な気持ちになったが、なんてことないだろ、と、つぶやいて、上のボタンを押した。この前と反対側のエレベーターの扉が開く。うわ！思わず声を上げ、後ろに飛びすさった。長い黒髪に真っ赤なワンピース、白いハイヒールを履いたあの女が、あの夜と同じように背を向けて立っていたのだ。全身に鳥肌が立ち、足が震えた。女はじっと立ち尽くしたまま動かない。しばらくしてエレベーターの扉が閉まった。そしてそのまま、上階にも駐車場がある地下にも行かず、1階で停止している。なんなんだよ、あの女は。その場で凍りついたように立っていると、マンション住民の中年男性がエレベーターホールにやってきた。立ち尽くしている俺をいぶかしげに見ながら、上のボタンを押す。先ほど女が立っていた方の扉が開いた。エレベーター内には誰もいなかった。男性はカゴに乗り込むと、乗らないんですか？という。いえ、俺はありえない出来事に頭の中が真っ白になり、口ごもっていると、男性はちょっと首をかしげて扉を閉めた。カゴが上昇していき、7階で止まった。男性が降りたのだろう。反対側のカゴはまだ1階に止まっている。震える手で上のボタンを押す。扉が開いた。うわー！俺は今度こそ悲鳴を上げた。女が立っていたのだ。さっきと同じようにこちらに背を向けて。俺は女から目が離せなかった。女も身じろぎ一つしない。そして扉が閉まった。カゴは動かない。もうエレベーターには乗れなかった。俺はホールの横にある非常階段を使おうとして防火扉を開けた。あの女が立っていたのだ。エレベーターの時と同じようにキビスを返し、マンションの正面玄関を走り出た。気づくと俺の携帯が鳴っていた。彼女からだった。いつまでも部屋に来ないので心配してかけてきたのだ。何してるの？遅すぎない？彼女の不思議そうな声に、ごめん、俺脱いだわ、今日は帰る。返事を待たずに通話を切り、逃げるようにしてマンションを後にした。その日を最後に、俺は彼女のマンションに行けなくなってしまった。最初は彼女も心配して、週末は俺の部屋へ通うようにしてくれたが、いつまでもマンションに行こうとしない俺に、不満を漏らし始めた。そのうち、関係がどんどん悪くなり、ほどなくして彼女と別れた。あの女は普通の人間ではない。いや、この世のものではないのは明らかだ。何が目的で俺の前に現れたのか、未だその理由は不明である。そして考えたくないことだが、今後も俺の前に現れないという保証はない。俺は今でも1階で待ち構えているエレベーターによる一人で乗れない